四国地方、日本列島を構成する島の一つであり、北海道、本州、九州とともに主要4島の一つ。そんな四国には7社30路線の鉄軌道路線が存在する。これら四国の鉄軌道路線を1日で全線環状することができるのか、本動画でこれを検証していきます。皆さんおはようございます。私は今四国地方にあるこちらの宿、ハルル亭の前にいます。今回はこちらの宿で全泊しました。ハルル亭は私が宿泊した時は1泊夕食のみで7650円でした。当初は8150円現地払いだったのですが、朝ごはんを宿で食べないことを伝えると500円払い戻ししてくれました。そして前日にいただいた夕食がこちら。超豪華な和定食。量が非常に多く食べきるのが大変でしたが、どれも美味しかったです。ごちそうさまでした。お風呂もとても快適でした。湯がとても熱いので入るときは大変でしたが、体は十分温まりました。ということで今回はこちらのハルル亭で全泊し、ここから四国地方の鉄軌道路線全線環状の旅を始めていきます。よろしくお願いいたします。なお、本動画では日本語字幕がデフォルトで表示されていますが、日本語以外の言語字幕も用意しています。YouTube 画面上のギアマークから字幕を表示してご視聴ください。さて、ハルル亭から歩いているわけですが、ではそのハルル亭がどこにあるか当然気になりますよね。それについてはこの動画を見続けていただければおのずとわかるでしょう。さて、目の前にコンクリート橋が見えます。何か書かれていますね。みんなで育てよう朝当選。朝当選というワードを見たらどこかわかりますかね。まだわからない？もう少し歩を進めてみましょうか。それにしても鳥のさえずりが心地よい。海岸線までやってきました。ちょうど朝日が昇ってくるところ。素晴らしい景色や絶景も絶景ですよ、これは。今回はこの美しい海岸があるところからのスタート。ちなみにすでにこの海岸に来ているおじさんがいました。早起きですね。私も早起きですけど。この素晴らしい景色をいつまでも堪能していたいところですが、今回の目的はあくまで四国地方の鉄軌道路線を全線環状すること。乗り場に向かいましょう。到着しました。道の駅宍喰温泉です。宍喰という地名からわかる通り、ここは徳島県の一番南の市町村、海部郡海陽町です。徳島県の南から乗りつぶしを開始します。ここにバス停があります。バス停の名前も道の駅宍喰温泉。下の段には徳島バスの時刻表が載っています。ここに来るときは徳島バスを使ってやってきました。しかしこれから乗車するのは徳島バスではなくこちらのバス。こちらのバスに乗るために遠路はるばるここまでやってきました。さて、バスが来るまでしばらく待ちましょうか。ご覧の通り道の駅から海と朝日を望むことができます。絶景を楽しむことができる道の駅宍喰温泉。そこに1台のバスがやってきました。このバスが乗る予定のバスです。普通のバスとは形からすでに異なっています。真っ赤色に染まったこちらのバスは、朝海岸鉄道線の DMV デュアルモードビークルです。道の駅宍喰温泉を6時10分に発車する阿波海南文化村行きです。早速乗車しましょう。中は普通のバスです。しかし何度も言いますが、このバスは普通のバスとは少し違います。液晶表示器はワンマン運転車両ならどこでもあるものが使用されています。道の駅宍喰温泉を発車。お待たせしました。今日も朝海岸鉄道をご利用いただきありがとうございます。阿波海南文化村行き DMV です。安全運転のため走行中は運転士に話しかけないようお願いします。危険ですので窓から手や顔を出さないようにお願いします。
さて DMV は営業運転の途中でモードチェンジを行い、線路と道路の両方を走行することが可能です。現在はバスとして道路を走行していますが、この先のところでバスから鉄道に切り替わる予定となっています。のどかな田園地帯を抜けていく DMV。 さあ観音浦に来ました。 DMV の接近に反応し、開閉式のバーが開きます。観音浦に到着。乗降はありませんでした。そして観音浦を出ると急なスロープを登っていきます。スロープを登りきると線路が見えてきました。ここで道路走行から線路走行に切り替わります。 DMV は所定の位置に慎重に進入して停車します。観音浦モードインターチェンジに到着しました。ただいまから鉄道モードにモードチェンジを行います。モードチェンジスタート。さあ車輪がゴムタイヤから鉄輪に切り替わります。おそらく私の下では車輪が入れ替わる大変激アツな動きが行われていると思いますが、残念ながら車内にいる限りはその激アツな動きをほとんど体感することができません。フィニッシュ。さあモード切り替えが完了。運転手さんが車外に出て、車輪が線路の上に乗っているか実際に目で確認して、問題がなければ鉄道走行を開始します。次の停車駅は宍喰です。さあ鉄道走行開始です。ここからが今回の旅の攻略対象区間です。 DMV は鉄道走行だけでなく道路走行する区間が存在しますが、今回の旅は鉄軌道路線全区間走破の旅なので、道路走行する区間は攻略対象から除外します。この先の阿波海南駅までが鉄道走行区間です。 DMV はトンネルを越えて最初の駅宍喰駅に到着です。宍喰駅でようやく1人乗車。最初の道の駅宍喰温泉からここまで乗客が私以外誰もいませんでした。 DMV はなおも鉄道区間を抜けていきます。 DMV は鉄輪が2軸しかないため、短尺レールのつなぎ目から発生する音も非常に特殊です。さあ進行方向右側に海が見えてきました。非常に良い景色です。 DMV は海部駅に到着。ここで乗ってくる乗客はいませんでした。 DMV は運行本数が少ないため、その分利用者も少ないようです。海部駅を出ると次は下車駅の阿波海南駅です。立派な高架橋の上を悠々と走行していきます。 DMV はついに阿波海南駅に到着します。安全のためモードチェンジ箇所の手前で一旦停車。観音浦駅の時と同様、所定の位置に慎重に進入します。阿波海南モードインターチェンジに到着しました。ただいまからバスモードにモードチェンジを行います。モードチェンジスタート。さあバスが鉄輪からゴムタイヤに切り替わります。ゴムタイヤから鉄輪に変わる時と同様、車内からではあまり切り替わった実感がありません。ゴムタイヤに切り替わったらすぐに発車。阿波海南駅のバス乗り場まで移動します。お乗り換えです。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。DMV から下車、存分に堪能させていただきました。これで阿佐海岸鉄道阿佐東線を全線完乗しました。7社30路線の攻略対象のうち最初の全線制覇路線です。
さて DMV を堪能したら次はいよいよ高速鉄道路線に乗車します。すでに列車は阿波海南駅に到着済み。ここから牟岐線を攻略します。阿波海南駅初発の列車、6時45分に発車する普通列車の徳島行きです。普通列車ではありますが、特急車両のキハ185系が使用されます。特急車両で運行される理由は後ほど。発車時刻が迫っているので、とりあえず列車に乗車。阿波海南駅の段階で乗客がちらほらいます。発車時刻となりました。扉が閉まります。阿波海南駅を発車、牟岐線の攻略開始です。徳島駅でございます。牟岐までは各駅に停車をいたします。今、浅川に停まります。さて、牟岐線は全区間が徳島県にある路線です。徳島市にある徳島駅から海部郡海陽町にある阿波海南駅まで全長 77.8km あります。徳島駅から途中の阿南駅までは普通列車が30分間隔で運行されていますが、阿南より南はおおむね2時間に1本という本数に減少します。そのため阿南以南は並行する徳島バスと共同運営を行っており、鉄道とバスの両面から利便性の確保がなされています。車内は豪華な2列プラス2列のクロスシート。普通列車としては大変豪華です。背面は少し傾きます。トイレは特急列車なのでもちろん設置。少し古いですが化粧台もあります。さあ列車は留置線が多数整備された駅に到着しました。進行方向右側には2両に連結した普通車気動車が止まっています。牟岐駅に到着です。進路開通。牟岐駅を発車。ここからは特急室戸2号に種別変更します。つまり阿波海南駅から牟岐駅までは普通列車、牟岐駅から徳島駅までは特急列車として運転されます。ちなみにこの特急室戸は2025年3月で廃止予定。廃止前に乗れてよかったです。さあここからは途中の駅をいくつか通過していきます。牟岐駅から最初の駅荏川駅を通過。牟岐線を普通列車よりも素早く攻略していきます。列車の速度は時速60から 70km。 特急としては非常に遅いです。そうそう、今回 JR 四国を乗り潰すにあたってバースデー切符を使用しています。バースデー切符は JR 四国全線と土佐黒潮鉄道全線を連続3日間フリーで乗車可能になる切符です。普通列車だけでなく特急列車にもフリーで乗車可能です。ただし指定席に座る場合は別途料金が必要になります。切符の値段は私が利用した時は9680円でした。現在は値上げされて1万2000円となっています。またバースデー切符はその名の通り利用者が誕生月の場合に購入することが可能です。私の誕生月が8月なので今回の旅はお盆休みを活用して四国地方を全線環状します。真夏の暑い日に四国地方とバトルするというわけですね。ということでバースデー切符で乗り潰す JR 四国の旅。特急室戸2号は特急列車になってから最初の停車駅日和佐駅に到着しました。ここで反対方向の列車と行き違います。日和佐駅の駅名標を記念撮影。駅名標が木製の柱に設置されています。日和佐駅からも回送運転。北河内駅を通過。海がそばに見えます。非常に良い景色。雪駅に到着。特急室戸の停車駅です。出発信号は停止現時。雪駅の駅名標を記念撮影。この駅が海部郡にある最後の駅です。雪駅を出て阿南市に入ると最初の通過駅は阿波福井駅です。ご覧の通り駅の前後は小さな S 字カーブとなっています。このような線形となっている理由は当駅がかつて島式ホーム一面2線の構造を有していたためです。ダイヤを整理したことによって行き違い設備が不要になり、
木造駅舎がある側の線路が撤去されたため、分岐器があったところが急なカーブとなっています。さあ、平野部を走行する頻度が多くなってきました。列車は新田野駅に到着。一面一線の防線駅で乗降人員も100人程度しかいませんが、他の駅に比べれば利用者が多いので、特急室戸の停車駅に設定されています。新田野駅からは住宅が増えてきます。もちろん緑もまだ少し残ってますけどね。列車は阿南駅に到着です。阿南駅は牟岐線の途中駅の中でも特に重要な拠点駅です。先日の通り、当駅を境に列車の運行本数が大きく変わります。拠点駅らしく、当駅で対向列車との行き違いを行います。阿南駅の駅名標を記念撮影。当駅で3分停車します。発車時刻になり、阿南駅を発車。終点まではあと30分ほどかかります。列車は阿南駅を出ると、まず中川を横断。羽の浦駅に到着。ここでまた行き違いをします。2両編成に学生客がめちゃくちゃ乗車していますね。赤字路線ではありますが、地域輸送としてなくてはならない路線であることを実感します。特急室戸は羽の浦駅で2分停車。先に普通列車の方が発車します。阿南駅からは平野部を走行。住宅はまばらですが、確実に山間部を抜けました。列車の速度も山間部を走行するより明らかに速いです。田んぼが広がる開けた景色もとても良いですね。南小松島駅に到着。ここで普通列車を1本追い越します。この列車は乗客が少ないですね。さあ、徳島駅に近づくほどに住宅が増えていきます。制限速度 35km の厳しい分岐器を通過。中電駅で行き違いをします。特急室戸は中電駅を通過します。勝浦川を横断。ついに特急室戸2号は徳島市に入りました。最後の途中停車駅、阿波富田駅に到着。徳島駅の一駅手前で一面一線しかありません。ここに停車する理由は、おそらく徳島県庁の最寄り駅だからでしょう。まもなく終電の徳島に着きます。お荷物、お忘れ物が忘れませんようお支度ください。お出口は右側3番乗り場の到着です。右側左のドアにご注意ください。今日もJR四国ご利用くださいましてありがとうございました。お荷物、お忘れ物が忘れませんようお支度ください。皆様のまたのご乗車をお待ちしております。さあ、いよいよ終点の徳島駅です。隣に乗車予定の列車が止まっています。徳島駅に無事定刻で到着。これで JR 牟岐線を全線完乗しました。 JR 四国の路線の中で最初の全線制覇路線です。徳島駅の駅名標を記念撮影。さあ、次はこちらの列車に乗車します。 JR 四国の最新機動車2700系。徳島駅を8時23分に発車する特急うずしお6号岡山行きです。2025年のダイヤ改正まで高松駅を越えて岡山駅まで直通する特急うずしおが存在していました。乗り換え時間はわずか5分。無事に乗り換えできました。ドアが閉まります。徳島駅を発車。牟岐線の次は高徳線を攻略します。徳島駅を発車すると2本ある線路の右側を走行します。次の佐古駅までは単線並列区間となっており、右側走行することも両方向で同時発車することも可能です。佐古駅を通過すると2本の線路が左右に分かれていきます。あちらの線路は徳島線。徳島線も攻略対象ですが、後で攻略します。さあ、列車は吉野川を横断します。徳島の町を育てた命の源、源流とも言うべき川です。ちなみに吉野川は川幅が荒川に次いで全国で2番目に広いです。吉野川を渡ってすぐに正髄駅に停車します。うずしお6号は午前中最後の正髄停車の高松方面特急です。
これ以降は夜の便しか停車しません。正髄駅を出た後も平野部を走行します。そして線路が複数分岐する駅まで来ました。場内信号は2番線側に注意現示。4番線には鳴門線の普通列車が停車しています。池の谷駅に到着。ここが鳴門線との分岐駅です。池の谷駅では乗り換えません。まあ鳴門線に乗車するなら徳島駅で鳴門駅に乗車しているでしょう。ドアが閉まります。池の谷駅を発車。高徳線の攻略を続けます。さて2700系の車内を紹介しましょう。 JR 四国の最新列車なので何もかもが新しいです。まず背面テーブルは新幹線にあるものと同じになっています。 JR グループで統一の仕様、分かりやすくてありがたい。肘掛けにはコンセントがついています。最近の特急車両では肘掛けについているのが基本です。また Wi-Fi サービスがあります。しかし接続はあまり良くないので注意が必要。多目的トイレは広々しており大変清潔です。普通のトイレもちゃんとあります。洗面台付き、非常に使いやすいですね。荷物棚も小規模ですがあります。使っている人は誰もいません。ということで車内の紹介は終了。列車は板野駅に到着。ここで対向の普通列車と行き違います。板野駅からも引き続き高速走行です。列車の速度は時速 115km。 単線の区間を走行していることを考えるとかなり速いです。列車は三本松駅に到着。当駅は東かがわ市の駅の中で唯一全列車停車駅です。三本松駅を発車。こちらの列車が先に発車します。さて全面展望を楽しむため先頭に来ました。今乗車している JR 四国2700系は振り子機能が搭載されています。路山線ほどではありませんが高徳線には急カーブが多数存在するため車体を傾斜させることで高速化を実現しています。列車は間もなく志戸駅です。志戸駅は全列車停車駅。当然この列車も停車します。志戸駅の駅名標を記念撮影。志戸駅を出たら軽食をいただきます。12時頃に食べる余裕がないので今のうちにね。志戸駅の次は八島駅に停車します。八島駅は全列車停車駅ではありませんがこの列車は停車します。ちなみに2025年ダイヤ改正で全列車停車駅になる予定です。八島駅の駅名標を記念撮影。対向列車がやってきました。八島駅では特急列車同士の行き違いがあります。八島駅を発車。高松市内に本格的に入っていきます。さて八島駅を出たところで軽食を食べきりました。次の停車駅は栗林駅です。高架駅となっています。この駅は高松市内の中心にありますので全列車停車駅です。またこの駅から徒歩圏内に高松琴平電気鉄道琴平線の栗林公園駅があります。さあ栗林駅の次は高松駅です。坂出方面から来た列車と並走します。高松駅では徳島側から来た列車と坂出側から来た列車が同じ向きで高松駅に入線します。特急うずしお6号は3番線に入線。ドアが開きます。高松駅に無事到着。これで高徳線を全線完乗しました。 JR 四国の鉄道路線としては2路線目の制覇路線です。ここまで連れてきてくれた列車を記念撮影。ちょうど2700系が2本横並びになっていました。さてうずしお6号が岡山行きなので高松駅から先も乗車可能ですが今回は高松駅で下車します。高松駅の駅名標を記念撮影。改札を通過します。バースデー切符は改札に通すことが可能です。さあこちらが高松駅の駅舎内。天井が高く開放感があります。駅前は非常に広いです。夏は水浴びをすることも可能です。駅舎には目と口が描かれています。
高松駅は JR 線しか乗り入れていませんが、高松駅の近くに別の会社の鉄道駅があります。少し離れているので乗り遅れないように急ぎます。駅が見えてきました。交差点より右手奥の方に見えます。やってきたのは高松琴平電気鉄道の高松築港駅です。ちょうど列車が到着して駅から乗客が降りてくるところでした。次の列車は長尾行き9時43分発です。改札をスイカで通過しましょう。こちらが長尾行きの列車。非常に古めかしい車両となっています。列車に乗車。古い車両といっても中はきれいに整備されています。天井には扇風機。待っている間に琴平線の列車が到着しました。乗っている人はあまり多くなさそうです。さあ発車時刻になりました。扉が閉まります。高松築港駅を発車。琴電の攻略開始です。まずは左へ急カーブします。高松城の周りを走行。シーサスクロッシングを通過。右へカーブしながら大きな踏切を通過します。琴電ではこのような片側2車線の大きな道と平面交差する機会が非常に多いです。踏切を除却するため琴電の線路を高架化する構想がありましたが、高松市の財政難を理由に立ち消えになりました。今見えている地上を走る光景は高松市の財政の厳しさを示す象徴のようなものと捉えてよいでしょうね。この電車は次の河原町駅にて車両の乗り換えを行います。この車両は河原町駅到着後廃車となります。そのため河原町から先長尾方面ご利用のお客様は河原町駅到着後に一度ホームに降りていただき、前側に停車している電車にお乗り換えをお願いします。お電車ですがご協力をお願いいたします。停止信号でお待ちください。ということで河原町駅で車両の入れ替えを行います。誘導信号機が点灯。通常1つの閉塞に1本の列車しか入線できませんが、特例で2本の列車が縦列停車します。河原町駅の3番線に入線。目の前に電車が止まっています。ギリギリまで近づいて停車。河原町駅で下車。前の電車に乗り換えます。乗り換えが完了したらすぐに扉が閉まります。河原町駅を発車。長尾方面に入線します。列車は住宅の合間を通過。左手には留置線に止まっている電車の姿が見えます。最初の停車駅は花園駅。ここでいきなり列車同士の行き違いを行います。花園駅を通過したら先ほど乗り潰した JR 高徳線の下をくぐります。電車は左へカーブ。遠くに高松自動車道が見えます。春日川を横断すると広角間に突入。場内信号は警戒現時。ということはこの先で行き違いがありそうです。電車は水田駅に到着。2007年に高架化しました。対向の普通列車が到着です。対向列車が到着する前にこちらの列車の扉が閉まります。水田駅を出ると高松自動車道と国道11号線の間を抜けていきます。電車は各駅に停車。少しずつ終点に近づいていきます。平木駅に到着。ホームの向こう側に電車が1本止まっています。こちらの電車の到着の直後に反対方向の電車も到着しました。対向列車が通過して踏切が上がります。しかし電車の扉はすでに閉まっています。そして進路が開通したら平木駅を発車。進路開通前に扉が閉まるのは地方の路線ではたまにあります。さあ先頭車両の乗客は私だけになりました。やはり終点側の利用者がほとんどいません。次は終点の長尾駅。長尾終点でございます。乗り口は右側です。終点の方です。本日はご乗車ありがとうございました。
車内にお忘れ物ございませんようお注意願います。終点長尾です。車止めの手前に停車。長尾駅に到着。駅名標を記念撮影。これで高松琴平電気鉄道長尾線を全線完乗しました。琴電の路線の中で最初の制覇路線です。改札を通過します。駅舎の外に出てきました。こちらが長尾駅です。駅舎は年季が入っています。さあ、長尾駅に到着したら駅から離れて道路を歩きます。長尾駅からまた来た道を戻らないのと思うかもしれませんが、戻ったら効率が悪いので乗りません。ということで次の乗り場を探します。どこだ？バス停発見。これか？大川バス本社前。時刻は現在10時30分。なんかこれではない気がする。ということで、バスの営業所が近くにあったので、どこから発車するか聞いてしまいました。なんと営業所の中から発車するようです。これは聞かないと気づかないわ。これですね。さぬき市コミュニティバスの大川バス本社前です。乗るのは市役所方面行き、10時40分発です。危なかったね。あと5分でした。そしてバスがこちら。コミュニティバスですが、普通の大型バスが使用されるようです。バスに乗車。乗ったらすぐに扉が閉まります。大川バス本社前を発車。乗客は私一人だけ。贅沢に移動します。ちなみに現在乗車しているのは、志度、増田、多和線です。この路線バスは日に数本しか運行されていませんが、このバスでショートカットできます。琴電で河原町に戻るより効率的。さあ JR の鉄道駅が見えてきました。ありがとうございました。バスをお見送り。何度も言いますが、ありがとうございました。さて降りたのは JR 増田駅です。時刻は10時47分。帝国通り。駅はカーブ上にあります。ロケーションはそこそこ良さそう。なんてことを言っていたら列車がやってきました。増田駅を10時52分に発車する普通列車の高松行きです。列車に乗車。車内にそこそこ人がいます。増田駅を発車。一度乗りつぶした高徳線にまた乗車します。次はオレンジタウン。オレンジタウンです。列車はオレンジタウン駅に到着。当駅は駅周辺の住宅開発と連動して建設されました。JR 四国グループの四鉄不動産が開発したということもあり、朝夕を中心に特急うずしおが一部停車します。オレンジタウン駅の駅名標を記念撮影。すぐに扉が閉まります。オレンジタウン駅を発車。オレンジタウン駅の次は志度駅です。志度駅は2面3線構造。ここで列車同士の行き違いをするようです。ということで志度駅で下車。駅名標を記念撮影。お世話になった列車も撮影。ありがとうございました。さあ階段を上ります。改札の外に出ました。全列車停車駅ですが無人となっています。階段を降りましょう。こちらが志度駅の駅舎。立派な橋上駅です。さて志度駅は JR 四国の駅ですが、当駅の近くに別の会社の鉄道駅があります。それがこちら、琴電志度駅です。高松琴平電気鉄道志度線を終点側から乗車します。駅前の駅名標が大変古めかしい。しかし Suica で入場可能です。琴電は IC カード利用対応済み。JR 志度駅到着から10分も経たずに電車が来てくれました。当駅折り返し、11時10分に発車する河原町行きです。電車に乗車。当たり前ですが乗客はほとんどいません。発車時刻になりました。扉が閉まります。琴電志度駅を発車。志度線の乗りつぶし開始です。
さあ琴電志戸駅を発車してすぐに撮影スポットに到着します。進行方向右側に青色の景色、ほんのわずかな区間ですが海のすぐそばを走行します。非常に良い景色、晴れていてよかった。電車は房崎駅に到着。かつて相対式2面2線だった頃の名残が残っています。そして房崎駅と塩谷駅の間でもう一度ダメ押しの海の景色、急カーブ状なので低速で走行してくれます。電車は大町駅に到着。ここで最初の対向列車との行き違いを行います。大町駅からは住宅が多くなります。住宅が多いほど利用者が期待できますね。琴電八島駅に到着。 JR の八島駅とは少し距離が離れています。ここでまた対向列車と行き違い。琴電八島駅を出たら国道11号線の脇を通過。松島2丁目駅に到着。松島2丁目駅でも行き違いをします。行き違う回数がとても多いです。そしてしばらくして終点の河原町駅です。線路の先は行き止まりとなっており、他の路線と線路がつながっていません。河原町駅に無事到着。これで高松琴平電気鉄道志戸線を全線完乗しました。琴電の路線としては2路線目の制覇路線です。階段を上りましょう。琴電で全線完乗していないのはあと1路線です。長い通路を抜けた先には改札、左手にはセブンイレブンがあります。次は琴平方面の電車に乗車します。琴電琴平行き2番乗り場からの発車のようです。階段を降りましょう。ちょうど高松筑後行きの電車が発車するところでした。あの電車に乗る予定はありません。ホーム上にあるゴミ箱は新型コロナウイルス感染拡大防止のため使用できなくなっていました。そのゴミ捨ててもいいんだよとか言われても捨てることができません。さあ電車がやってきました。ラインカラーが黄色なので電車も黄色く塗装されています。河原町駅を12時4分に発車する琴電琴平行きです。電車に乗車、扉が閉まります。河原町駅を発車、今度は真南に進んでいきます。琴平線は一部区間のみ複線となっており、基本的には単線の路線です。スプリングポイントを蹴って隣の線路に転線します。列車は布施市駅に到着。当駅は近隣のバス路線再編を含めた交通結節点として2020年に開業しました。駅の前後は複線化されています。さて布施市駅に到着しましたが、なかなか電車が発車しません。電車は布施市駅から一駅進んで太田駅に到着です。ご乗車ありがとうございます。ただいま琴平線運転見合わせのため、この列車大田駅で停車させていただいております。お客様に多大なご迷惑をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。発車までしばらくお待ちください。なんと運転見合わせ。この先でトラブルが発生した模様です。この列車、まもなく仏生山まで運転を行います。仏生山一宮間につきましては、タクシー代替輸送を行います。また一宮琴平間につきましては、一宮琴平間、列車折り返し運転を行います。お急ぎのほどお客様にはご迷惑をおかけいたします。出発信号はあり次第の発車になります。どうやら仏生山一宮間で保安装置が故障したようです。仏生山一宮間のみ列車の運行を取りやめ、その他の区間は運行をするようです。進路が開通し太田駅を発車しました。仏生山駅は次の駅です。場内信号は3番線側に進路が開通しています。仏生山駅は車庫併設駅です。車両がたくさん止まっています。車止めの手前まで進んで停車。仏生山駅に到着。強制的に下車させられます。タクシー乗り場には行列ができています。これはかなり待たされそう。順番までとても待っていられない。
どのみち仏生山一宮間をタクシーで移動したら乗り潰したことにはならないので、折り返し高松築港駅に乗車します。仏生山駅を12時41分に発車。高松市内を北上します。はい、お待たせいたしました。この列車は41分に発車いたしました高松築港駅です。琴平線全線運転見合わせによりお客様に多大なご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び申し上げます。次は太田です。お出口左側です。さあ、運転再開してから最初の高松築港行きの電車のため、河原町駅まで車内がめちゃくちゃ混雑していました。シーサスクロッシングを分岐側に通過。高松築港駅に到着です。高松築港駅で下車。次の電車まで時間がないので急ぎます。改札通過。さあ、まさかの2度目の高松です。いや、2回来ることは今日のうちには予定してたんだけど、まさかの展開だわ。くそ、信号待ち。こんな時に早く青になれ。さあ、ダッシュダッシュ。高松駅の駅舎が見えてきました。頑張って走りましたので無事間に合いました。13時10分発、6番線からの発車です。改札通過。乗車するのは快速マリンライナー34号岡山行きです。快速電車ですが座席指定車両が連結されています。時間があるので先頭車両まで移動しましょう。昼間の電車なので車内はガラガラです。さて、岡山方面から高松止まりのマリンライナーが到着しました。基本的に5両で運転されており、岡山側の2両は JR 西日本所有の223系が連結されています。 JR 四国の車両と JR 西日本の車両が連結されているのがマリンライナーの面白いところです。さあ、発車時刻になりました。扉が閉まります。高松駅を発車。予定より1時間早く JR 予讃線の乗り潰しを開始します。まずはすでに制覇済みの高徳線と分岐、そして上下本線の間に車庫が挟まれます。こちらの車庫は JR 四国高松運転所です。気動車や電車などさまざまな電車が管理されています。続いて見えてくるのは高松貨物ターミナル駅です。この駅まで定期貨物列車が乗り入れています。列車の速度は時速 120km、 在来線としては超高速運転です。さて、ここでお昼ご飯をいただきます。軽食を食べたとはいえもう13時なのでお腹が空きました。河原町駅で購入したおにぎり3つです。先頭車はガラガラなので電車の中で食べても問題ないでしょう。食べれる時に食べておかないと。おにぎりを食べている間に広角館に突入しました。四国地方の玄関口、坂出駅です。そして坂出駅を出てしばらくすると線路が分岐します。場内信号は分岐側に進行現示。予讃線から分岐して、ここからは本渋山線です。といっても今走行しているこの部分は連絡線に相当する部分です。進行方向左側には分岐した予讃線多度津方面の高架橋が見えます。そしてすぐさま別の鉄道高架橋が見えてきました。その線路と合流。この線路は宇多津駅に直通する本渋山線の本線です。上下線の高さが同じになり、ここから本渋山線の本格攻略となります。列車は上り勾配ながら少しずつ速度を上げていきます。そして高速道路と合流、一体化します。これから通過する瀬戸大橋は鉄道道路併用橋です。上が瀬戸中央自動車道、下が本渋山線となっています。工場地帯を抜けて海が近づいてきました。さあ、ここからが瀬戸大橋区間です。本来新幹線と在来線で4本線路を敷くことが可能ですが、中央の2本のみ線路が敷かれています。ご覧ください。下は海です。
電車内から真下の海を見ることができるのが本渋3線の特徴です。しばらくして電車の速度が落ちました。櫃石島と与島の間には人家があるため、騒音を抑えるために徐行運転します。特急南風号と行き違い。巨大な船舶を発見。あの船は何の船でしょうか。低速走行とはいえ見える景色は絶景ですね。最高です。さあ、瀬戸大橋の横断が完了しました。本州に上陸です。上陸後はすぐにトンネルに入ります。現在走行している部分は将来四国横断新幹線が使用するはずの部分であり、そこに本渋3線の上り京畿線が敷設されています。列車は小島駅に到着。 JR 四国の駅の中で唯一本州にある駅です。小島駅より北側の区間は JR 西日本の管轄区間。そのためここより先は攻略対象外となります。小島駅で下車。駅名標を記念撮影。これでルール上は本渋3線の JR 四国区間を全線環状した扱いとなります。 JR 四国の路線を9路線中3路線制覇しました。快速マリンライナーのお見送りをします。ここまで連れてきてくれてありがとうございました。さて、小島駅はジーンズの街として有名。駅面にジーンズが書かれています。階段を上りましょう。次の電車は3番線からの発車です。乗り換え時間は15分。やってきました。小島駅を13時54分に発車する特急潮風13号松山行きです。8000系が来てくれました。列車に乗車。発車時刻となったので扉が閉まります。小島駅を発車。来た道を戻ります。さて、こちらが8000系の自由席の座席。座席は少し傾きます。レバーは肘掛けにあります。背面テーブルあり、少し小さいです。フットレストもついています。さあ、境出の文字が見えてきました。瀬戸大橋を再び横断。四国地方に戻ります。しばらくすると線路が分岐部を直進します。予算線の高架橋が近づいてきました。宇多津駅に到着です。特急潮風は全列車当駅に停車します。宇多津駅で長時間停車するので列車の外に出てきました。長時間停車する理由は今見えている車両にあります。駅係員さんが赤い旗を掲げていますね。放送にもあった通り、宇多津駅で特急石鎚13号と連結します。さあ、貫通扉を開いて連結作業開始です。慎重に近づきます。特急潮風の直前で一旦停車。あと少しです。連結完了。非常にスムーズでした。通り抜けができるようにホローをつなぎます。特急潮風と特急石鎚相互を行き来できるよう通路が開通しました。潮風石鎚13号松山行きです。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。出入り口ドアが閉まります。閉まるドアにご注意ください。特急松山行き発車いたします。
宇多津駅を発車。ここからは8両で運転されます。宇多津駅からしばらくして多度津駅に到着です。宇多津と多度津で駅名が似ていて間違いやすいので、旅行者にとっては注意が必要な駅。当駅で土産線が分岐していますが、乗り換えはせずにそのまま乗り続けます。今日は特急潮風13号と特急石口13号松山行きをご利用くださいましてありがとうございます。車内は電車禁煙です。客室内およびデッキ、トイレでのタバコはご遠慮ください。さあ、多度津駅からはおおむね地平を走行します。駅を高速で通過。予算線は多度津伊勢が全区間単線ですが、途中の駅は一線スルー化されています。美濃浦駅の手前、進行方向右側には海が見えます。いい景色ですね。まもなく伊予三島駅に到着します。伊予三島駅は四国中央市の中心駅です。伊予三島駅だけでなく川之江駅も特急潮風が全列車停車しますが、こちらの方が市役所に近いです。伊予三島駅の駅名標を記念撮影。しばらくして対向の特急潮風がやってきました。あちらは8600系での運転。少し遅れている模様です。伊予三島駅を約2分遅れて発車。遅れているので素早く発車します。さあ、最高速度130キロの予算線。高速で駅を通過します。列車の速度は時速 120km。単線の路線とは思えないほどの高速走行です。まもなく伊予西条です。お忘れ物のないようお支度ください。伊予西条駅は予算線の運行上重要なターミナル駅です。普通列車の運行は原則当駅で分断されています。また駅の近くに鉄道公園があり、フリーゲージトレインの車両が展示されているほか、新幹線の父とされている十河真司の記念館もあります。ちなみに十河真司は西条市出身ではなく、先ほど通過した新居浜市出身です。さあ、まだまだ特急潮風に乗り続けます。列車は石鎚山駅で一旦停車。ここで対向列車を待ちます。アンパンマン列車でしたね。石鎚山駅を発車。高速走行が続きます。石鎚山駅からしばらくして列車は一旦北上します。電車は今治駅に到着。駅名の通り今治市の中心駅となっています。今治駅は踏切渋滞解消のため高架化されています。今治から先、終点の松山まであと30分ほどかかります。この駅は途中駅の大西です。本日列車遅れておりますため、上り特急列車と行き違いをいたします。上り特急列車が通過いたします。上り列車通過までお待ちください。さて、ダイヤ乱れにより予定外の大西駅での行き違いです。ダイヤが乱れた際は基本的に岡山駅で新幹線との接続が控えている上り列車を優先して通す処理になっているようです。8600系8両と行き違い。なかなかダイナミック。大西駅を発車。終点の松山駅まであと少し。お急ぎのところお待たせいたしました。上り特急列車と行き違いをしたため、列車10分ほど遅れて発車いたしております。列車遅れましてご迷惑をおかけいたしております。さあ、もう特急列車との行き違いはないはずです。海岸線を走行します。しばらくして伊予北条駅に到着です。ここが最後の特急停車駅。次が終点の松山駅です。松山駅に到着。終点なので当然下車します。
今回旅行した時はまだ松山駅が地平にあった時、国内唯一の自動改札機が導入されていない主要駅でした。さあ、松山駅で JR 四国から別の会社の路線に乗り換えます。列車が遅れていた影響で乗り換え時間が短いので急いで向かいます。次に乗車するのはこれ、伊予鉄道の市内電車です。階段を上ったらちょうど電車がやってきました。松山市駅行きです。電車は長めに停車していました。結果的には急いで来る必要がなかったのですが、まあ仕方ない。ドアが閉まります。ドアが閉まります。大手町駅 JR 松山駅前停留場を発車。直後に左折します。 JR 松山駅前停留場を出てすぐ次の駅が下車駅です。目の前をオレンジ色の電車が横切っています。ドアが開きます。大手町駅前停留場で電車から下車。とりあえず歩道まで退避します。そして電車が発車。すごく独特な音がしましたね。ここは日本全国でも数少ない鉄道と軌道がダイヤモンドクロスする場所となっています。線路の交差箇所は振動が激しく乗り心地が悪いため、軌道、鉄道双方とも低速で通過します。さて、大通りを横断して鉄道の方の大手町駅にやってきました。地下道を渡り高浜方面ホームに向かいます。ホームに上がるとちょうど軌道線の路面電車が両方向行き交うところでした。ここまで音が聞こえてくるほど大きな音がします。ちなみに言い忘れていましたが、今回伊予鉄道の路線を全線環状するためにオール伊予鉄ワンデーパスを使用しています。価格は大人1900円、スマホで購入可能です。さあ、10分以上待ってようやくやってきました。大手町駅を16時32分に発車する普通列車の高浜行きです。車内に人は少なめ。大手町駅を発車、ダイヤモンドクロスを通過します。やはり独特な上咽トーンがしますね。さて、最初の停車駅は小町駅です。左手から軌道線が合流してきます。そして平面交差。直角ではありませんが、ここでも軌道線と平面交差します。また小町駅は車庫併設駅です。鉄道線、軌道線ともここが鉄道運行の本拠地となっています。小町駅に到着。市内電車に乗り換え可能ですが、乗り換えません。小町駅を発車。まず最初に高浜線を乗り潰します。進行方向右手側に市内電車が分岐。左へカーブしながら高架で道路と立体交差します。高浜線はほとんどの区間で複線化されています。列車同士の行き違い待ちがないため、スピーディーに攻略を進められます。しばらくすると海の近くを走行するようになりました。遮蔽物がないので存分に絶景を楽しめます。電車は梅心寺駅に到着。海に隣接する駅でロケーションが大変良いということで、ドラマのロケで撮影が行われることもあるビュースポット駅です。梅心寺駅を出ると複線だった線路が単線に絞られます。スプリングポイントを蹴って隣の線路へ。梅心寺駅の次の駅が終点の高浜駅です。高浜駅に無事到着。駅名標を記念撮影。ちなみにまだ高浜線は全線環状していません。
折り返し17時13分発の横河原行きで来た道を戻ります。ちなみに高浜駅の近くにはフェリーターミナルがあります。ここから海を越えて各地へ移動することが可能です。電車に乗車。折り返し時間が7分しかないので、すぐに扉が閉まります。高浜駅を発車。再び梅心寺駅にやってきました。ここから伏線になります。海をもう一度撮影。取れ高高いですからね。近くにフェリーが1隻いました。タイミングがいいです。さあ、小町駅に戻ってきました。2回目の小町駅訪問ですが、乗り換えません。このままダイヤモンドクロスへ直行します。さて、ダイヤモンドクロスにやってきました。相変わらずいい音。しかしダイヤモンドクロスがあるのは大通りとの平面交差が残っているからです。自動車交通を考えれば平面交差が残っているというのはあまり褒められたことではありません。ご覧の通り片側3車線以上ある道路の進路を塞いでいます。あのダイヤモンドクロスは松山市が鉄道線の立体交差にあまり力を入れていない、あるいは立体交差させるだけの財政力がないことの象徴と言えるでしょう。 JR 松山駅の高架化が完了したら矢継ぎ早に伊予鉄道の立体交差化工事も実施してほしいですね。さあ、電車は伊予鉄道のターミナル駅松山市駅に到着です。電車を待つ人がたくさんいます。松山市駅に無事到着。これで高浜線を全線環状しました。伊予鉄道の路線の中で最初の全線制覇路線です。車内が一気に混雑しました。夕方なので帰宅客が多いということでしょう。松山市駅を発車。横河原線の攻略開始です。まずは線路が単線に、そしてまた大きな道路と平面交差します。 S 字カーブを抜けたら本格的に速度を上げ始めます。横河原線の最初の停車駅は石手川公園駅です。当駅のホームは松山市駅側が石手川をまたぐ橋の上にあります。この石手川をまたぐ橋は1893年製造であり、現役の鉄道橋で移設されていないものとしては日本最古の橋とされています。そして電車は伊予橘駅に到着。横河原線は単線の路線のため途中の駅で列車同士の行き違いがあります。伊予橘駅からも引き続き横河原線を攻略します。国道379号線の下をアンダーパス、そして国道11号線も下をくぐります。北久米駅に到着。右側通行の駅となっています。続いて久米駅に到着。ここは左側の線路に入線しました。そして当駅で列車同士の行き違いです。列車が到着したらすぐさま扉が閉まります。久米駅を発車。横河原線は高頻度で運行される路線のため、久米駅を出た後も行き違いがあります。次の行き違い駅は梅本駅です。さあ、住宅が少なくなってきました。電車は見奈良駅に到着。ここが最後の列車行き違い駅です。そして終点の横河原駅に到着。横河原線の終点は一面一線の超単純構造の駅です。ここまで連れてきてくれた電車を記念撮影。これで伊予鉄道横河原線を全線環状しました。伊予鉄道の路線の中で2路線目の制覇路線です。横河原駅に到着したら折り返し来た道を戻ります。横河原駅を18時14分に発車する普通電車の高浜行きです。電車が発車するまでの間に横河原駅の駅名標を記念撮影します。記念撮影とても大事。
横河原駅を発車、わずか8分の滞在でした。さて、車内が混雑していたため撮影がうまくできなかった石手川公園駅をもう一度撮影します。ご覧ください。ちゃんと川の上にホームがあるでしょう。しかもホームから橋の鉄骨を触ることも可能。川の上に鉄道駅がある例は他にもありますが、そう数は多くありません。さあ、大きな踏切を我が物顔で横断します。松山市駅に到着。横河原線の往復完了。次の電車まで時間がないので急いで階段を下ります。改札通過。松山市駅には市内電車も乗り入れています。ありました、目的の電車。まだ電留線に止まっていて発車を待っている状態のようです。比較的新しいモハ2100型に乗れるようですね。新しい電車の方が車内が快適だからありがたい。さあ、時間が来て乗り場までやってきました。松山市駅停留場を18時48分に発車する本町6丁目行きです。不人気路線ゆえ乗客は少なめです。松山市駅停留場を発車。発車後すぐに右へ直角カーブします。さあ、南堀端停留場に到着しました。ここで電車は左折と右折両方可能です。手前に電車が止まっているので、電車が発車してから停留場に進入します。本町6丁目行き電車はここを左折します。ちなみにこの時点で伊予鉄道花園線を全線環状です。そして次の信号を右折。さらにその次の信号は直進します。ここで左に分かれる大手町線とお別れ。電車用信号を通過し本町線に入線します。さて、本町線は本町1丁目から本町6丁目までを結ぶ軌道路線です。伊予鉄道の軌道線の中では最も新しい路線ですが、利用者が著しく少ないため平日しか運行されていません。さあ、終点に近づいてきました。他の軌道線に乗り換え可能ですが、本町線は行き止まり状態になっています。電車から下車。これで本町線を全線環状しました。伊予鉄道の路線としては4路線目の制覇路線です。本町6丁目停留場で本町線から別の路線に乗り換え可能ですが、今回は本町線で来た道を戻ります。発車時刻は19時5分です。本町6丁目停留場発車。わずか4分で折り返します。折り返しの電車には私以外誰も乗車しませんでした。平日に数往復しか運転されないのも納得の利用者の少なさです。もしかしたら今後廃線になってしまうかもしれませんね。さて、城南線に戻ってきました。この電車は右折します。伊予鉄道では電車の進路を決める際、2つのトロリーコンタクターを叩く間隔で進路を決定します。まず2つのトロコンを叩く間隔が狭い場合は左側に進路を取ります。逆に1つ目のトロコンを叩き、開通表示灯が点灯した後に2つ目のトロコンを叩くと分岐器が切り替わって右側に進路を取ります。今回は右折するので1つ目のトロコンを叩いた後に開通表示灯の点灯を待ちます。開通表示灯点灯。南堀端停留場に到着。松山市駅には向かわず城南線の攻略を続けます。進路開通。6号線の電車が発車。本町線の攻略にお世話になりました。ありがとうございました。さて、後続の電車に乗車します。次に来たのは松山市駅行きの電車。乗る予定はないので電車がトロコンを叩く様子を撮影。棒のようなものが叩かれて動いたのが分かったでしょうか。そして停留所を出発したところにもあります。
これを使って運転士の方で進路を決定しているということです。逆に言えば運転士が操作を間違えると違う進路へ進んでしまうということになります。さあ、目的の電車がやってきました。5号線の電車です。南堀端停留場を19時19分に発車する道後温泉行きです。ドアが開きます。道後温泉行きです。電車に乗車、すぐに発車します。電車は道後温泉行きなので交差点のトライアングル型の分岐部を直進します。さて、乗車した電車は偶然にもみかん電車という特別仕様の電車です。愛媛県はみかんが有名なため、みかんをテーマにした内装の電車が運行されています。床は木製、いかに古い車両かが伺えますね。電車は大街道停留場に到着。付近は松山一の繁華街であり、観光列車の坊ちゃん列車もこの停留場に停車します。やはり大街道は人通りが多いですね。さあ、電車は上市万停留場に到着。ここで進路が二手に分岐します。電車はこの交差点を右折。しばらくして電車は無事道後温泉に到着です。電車はここが終点なので当然下車します。構内踏切を渡りましょう。みかん電車に乗れたなんてラッキーでした。ありがとうございました。道後温泉の駅名標を記念撮影。これで伊予鉄道城南線を全線完乗しました。伊予鉄道の路線を9路線中5路線制覇です。せっかく道後温泉に来たので温泉を楽しみたいところですが、残念ながら素早く折り返さなければいけません。駅前には坊ちゃん列車が止まっていました。車庫から線路が伸びており、展示用の留置線が整備されています。こちらが道後温泉駅の外観。観光地の入り口として立派な建物です。さあ、折り返しの電車はこちら。やっぱりみかん電車です。道後温泉駅を19時45分に発車する JR 松山駅前行きです。帰りの電車もそれなりに乗客がいます。発車時刻になりました。扉が閉まります。道後温泉を出発。8分しか滞在していませんでした。さあ、ものの数分で2つの路線が合流する地点に来ました。上市万停留場、ここで下車します。乗り換え時間に余裕があるのでお世話になった車両を記念撮影。城南線の乗りつぶしに役立ってくれました。ありがとうございました。さて、地下通路を通って反対側のホームに移ります。非常に狭い階段。バリアフリー化はしてないでしょうね。そして階段を登ったらすぐに目的の電車が来てくれました。2号線は10分に1本来るので待たずに乗れるが実現できており、大変便利です。上市万停留場を19時51分に発車する環状線内回りの電車です。電車に乗車。ドアが閉まります。上市万停留場を発車。進路表示灯が左折を示しています。奇跡的に全面展望を楽しめる座席を確保できました。最新電車だからでしょうか、交差点を左折します。左折した直後に伏線だった線路が1本に絞られます。ここからはわずか 0.1km しかない連絡線を走行します。進路開通。道路の真ん中から右折して鉄道線に入線します。右折後すぐに平和通り1丁目停留場に到着。これで伊予鉄道連絡線を全線完乗しました。伊予鉄道の路線を9路線中6路線制覇です。平和通り1丁目停留所からは城北線を走行します。単線の路線のため途中の停留場で行き違いを行います。また城北線は鉄道事業法に基づく鉄道として運行されています。鉄道路線ながら運行されている電車はすべて路面電車です。電車は木屋町停留場に到着。ここでも行き違いをすることが可能です。
乗客が少しずつ少なくなってきました。ドアが閉まります。木屋町停留場の次は本町6丁目停留場です。踏切を通過する際に本町線の線路が見えます。そして本町6丁目停留場から2つ先が小町駅です。進行方向左手側には軌道線の車庫が見えます。小町駅の手前、渡り線を使って左側の線路に転線、対向列車との行き違いを行います。小町駅に到着。これで伊予鉄道城北線を全線環状しました。伊予鉄道の路線を9路線中7路線制覇しました。小町駅は伊予鉄道の拠点駅なので、ここで乗務員交代を行います。そして乗務員交代が完了したら小町駅を発車。ここからは大手町線に入線します。市内電車では最後の未乗路線です。小町駅を発車したら鉄道線の高浜線を平面交差でまたぎます。宮田町停留場を出たら専用線から道路の真ん中に戻ります。 JR 松山駅前停留場に到着。進行方向右側に JR 松山駅が見えます。最初にここに来た時は世話しなかったので、余裕がある2回目の訪問ではしっかり駅名標を記念撮影します。電車は JR 松山駅前停留場を出ると大手町駅前停留場に到着。軌道線の方でダイヤモンドクロスを横断。そして本町線と合流し、大手町線から城南線に入線します。これで伊予鉄道大手町線を全線環状しました。市内電車の路線は全線環状し、伊予鉄道の路線で未乗の路線はあと1路線だけです。南堀端停留場から花園線に入線。終点の松山市駅に到着です。電車から下車。お世話になった車両を記念撮影ありがとうございました。さあ横断歩道を渡って鉄道線の松山市駅に向かいます。改札通過。エスカレーターを上ります。目的の電車はすでに停車していました。最後に乗り潰すのは郡中線です。松山市駅を20時30分に発車する普通列車の郡中港行きです。しばらくすると横河原駅からの電車が到着。乗り換えの利便が図られています。乗り換えが完了し、発車時刻となったら扉が閉まります。松山市駅を発車。郡中線の攻略開始です。最初の行き違い可能駅は土井田駅。ここで行き違いをまずします。列車の退避が完了したら素早く対向列車の扉が閉まります。次に電車は岡田駅に到着。郡中線も横河原線とともに高頻度で運行される路線なので行き違う回数が多いです。最後に地蔵町駅でも行き違い。反対方向の電車はガラガラです。さああっさり郡中港駅に到着です。一面一線構造で大変簡素となっています。電車から下車。これで伊予鉄道郡中線を全線環状しました。そして伊予鉄道の鉄軌道路線を全路線制覇しました。伊予鉄道が朝海岸鉄道に続いて2社目の全路線制覇会社になります。郡中港駅の駅名標を記念撮影。乗り換え時間が短いのですぐに別の駅へ向かいます。郡中港駅から徒歩圏内に別の会社の駅があります。目の前の信号はタイミング悪く赤信号。青信号になります。急げ！到着しました。JR 四国の伊予市駅です。もうホームには列車が止まっています。跨線橋を急いで渡らねば。到着。間に合いました。伊予市駅を20時59分に発車する
普通列車の内子線経由八幡浜行きです。列車に乗車、扉が閉まります。伊予市駅を発車。伊予市駅の次の駅が向原駅。路線が二手に分かれます。列車は伊予中山駅に到着。ここで長時間停車します。伊予中山駅の駅名標を記念撮影。伊予中山駅は松山市ではなく伊予市にあります。さあ、対向列車がやってきました。特急宇和海30号です。対向の特急列車が遅れていたため、進路が開通したら素早く発車します。伊予中山駅の次の駅、伊予立川駅で普通列車と行き違い。そして内子駅に到着です。駅名標を記念撮影。当駅で予算線は一旦終了し、ここから内子線に入線します。列車は内子駅を発車。ものの8分で内子線の終点新谷駅に到着です。新谷駅の駅名標を記念撮影。これで JR 内子線を全線完乗しました。 JR 四国の路線としては4路線目の全線環状路線です。新谷駅を発車。ここからは再び予算線を走行します。新谷駅から1駅で下車駅に到着です。列車から下車。今日の最終目的地伊予大洲駅に無事到着です。駅名標を記念撮影。伊予大洲駅で対向列車が発車していくのが見えました。もう深夜ですが行き違う回数が多いです。そして乗ってきた列車が発車。この列車は伊予大洲駅止まりではないため、素早く駅から立ち去っていきます。はい、列車の見送りをして駅舎の外に出てきました。予定より少し早いですが、今回はここで終了します。結論から言うと、四国地方の鉄軌道路線を1日で全線環状することは不可能です。まあ動画を見る前から分かりきっていたことかもしれませんが、ここまでご視聴いただいた方なら、このまま動画企画終了とはならないことはご存知でしょう。今日は高松琴平電気鉄道琴平線で輸送障害が発生したことにより、一部路線を乗り潰すことができませんでした。しかし仮に乗り潰せたとしても、四国地方の鉄軌道路線を1日で全線環状するのが不可能なのは変わりません。1日目が終了したら、次は2日で全線環状できるか検証していきます。2日目もよろしくお願いします。ということで今回の動画は以上。最後までご視聴くださりありがとうございました。この動画がいいなと思ったら X などで他の人に紹介したり、またチャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いします。またチャレンジ旅のリクエストも受け付けております。こんな旅をしてほしいというものがありましたらコメント欄にてぜひご提案ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。